ミーの72分の1スケール KF21 ポラメの仮組みを行います。 KF21 ポラメ。韓国とインドネシアが開発中の空軍向けの戦闘機です。一時期 KFX と言われていた機体ですね。ちなみにポラメはボラメとも言われていて、若鷹って意味みたい。形状はステルス機のようですね。ラファールやユーロファイター以上で F35A 未満のステルス性能で開発されてるとか。中途半端に聞こえますね。世代的にもステルス機がひしめく第5世代ジェット戦闘機に含まれず、第 4.5 世代ジェット戦闘機に含まれるみたい。航空自衛隊でいうと F2 と同世代に含まれるわけね。どうやらステルス戦闘機の特徴であるウェポンベイもないようです。ミサイルは吊り下げるの？胴体仮面に溝が掘られていて、半埋め状態で搭載するみたいですね。なので第 4.5 世代ジェット戦闘機なわけね。中途半端となった理由は韓国の空軍事情が絡んでる。空軍事情？もともとは旧式機を更新するために計画された戦闘機 F4 や F5 が老朽化してるわけね。そのため段階を分けて開発を進めてるみたい。ブロックってやつね。ブロック1では旧式機の更新を目指す。ブロック2ではマルチロール性能を獲得。ブロック3でウェポンベイを追加する。将来的には第5世代ジェット戦闘機並みを目指してるわけね。ブロック3は大改修となるので簡単ではないみたいですけどね。開発中ということは運用はまだということですね。2026年末韓国空軍に納品されて運用される予定のようですね。まだまだ先の話ですね。南海インドネシアと揉めてるみたいですけども、この動画を作ってる途中でこのニュース。それで今回はアカデミーのキットですね。そうそう、どうやら試作1号機から3号機5号機の4種類の貼り付けシールがついているみたい。貼り付けシール？箱を開けるまで知らなかったんだけど、このキットはいわゆる水転写式のデカールはついていない。普通のシールがついてるわけね。ご丁寧に明細部分のシールまでついている。しかもスナックフィットキットとなっている。低年齢層や初心者向けということかもね。2023年末に発売されたと思うのだが、シールってことで意気消沈。1年ほど忘れていたキットということです。サードパーティ製のデカールとかはないの？ちょっと経ってから出ました。キャノピー用のマスキングシートやアンテナとパイロットもついてくるのでお得なのかな。このデカールも含めての紹介となるわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストというか写真は離陸中の KF21 なのだ。試験フライトの様子ね。試作1号機かしら。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、シュカブパーツ、展示スタンド、透明パーツが1枚、シール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは4種類。大韓民国空軍試験飛行隊で試作1号機、大韓民国空軍試験飛行隊で試作2号機、大韓民国空軍試験飛行隊で試作3号機、大韓民国空軍試験飛行隊で試作5号機となる。そしてサードパーティー製のデカール、それに付属するパイロットフィギュア、アンテナ部分、キャノピーマスキング。なるほど。部品点数は110点。72分の1では部品点数が多いですね。ではアカデミー72分の1スケール KF21 ポラメの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。部品が多いので座席から組み立てる。座席は4パーツ構成となっている。細かい作りですね。続いて操縦席の組み立てとなる。座席とは別で5パーツ構成となる。ケーキパネルはモールド表現ですね。塗り分ければいい感じになりそうなのだ。パイロットがついてませんね。ついてません。それでこちらがサードパーティ製デカールに付属したパイロット。次はエンジンですね。エンジンといってもノズルと置く部分のみ、総発エンジンですが一体となっています。次はエアインテークでしょうか。エアインテーク内部を組み立てる。内部は全部で5パーツ構成となっている。後ほど胴体に組み込むのね。次は左右支脚庫なのだ。支脚庫はそれぞれ5パーツ構成となっている。説明書では支脚も組み込んでますが、後からでも大丈夫そうね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。このキットは主翼と胴体が一体成形となっている。ふむふむ。胴体主翼は上下分割で3パーツ構成。先に胴体主翼の上パーツの組み立てから行う。
試着庫と操縦席の組み込みね。次に動体主翼下パーツの内部を組み立てる。エアインテーク内部の組み込みね。次は機種部分の下パーツの組み立てとなる。全脚庫の組み込みとノーズコーンのラボの取り付けね。組み込みが終わったら動体主翼下パーツと接合する。いよいよ動体主翼の貼り合わせね。貼り合わす際に前縁スラットとフラップを挟み込む。別パーツというだけで上げ下げ選択はできないわけね。そうなのだ。さらにノーズコーンとエルロンを取り付けるのね。操縦席のパーツもここで取り付ける。胴体と主翼のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。やや太めながらしっかりと入っている。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体の後ろから差し込む構造。特殊な付け方ね。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は左右それぞれ2パーツずつ胴体に差し込んで終了となる。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席の開閉選択はできない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとホイール、試着の構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前脚ですね。前脚は3パーツ構成。タイヤと一体となった前脚にライトとなる。なるほどね。その他にも胴体に接着するカバーがあるのだ。次はアクセサリーね。まずは胴体下部の溝に空対空ミサイルのミーティアが4本取り付けられる。長距離空対空ミサイルね。左右主翼下にソーソーとアイリスティ BLU109 が付けられる。短距離空対空ミサイルと爆弾ね。胴体には照準ポットも付けられるのだ。最後に総評なのだ。今回はアカデミーの72分の1スケール KF21 ポラメの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。スナックフィットということで特に難しい部分もなく簡単に形となりました。合わせ目の処理も簡単そうね。接着剤不要ということでパーツを分けて塗装できそうですね。一応ステルス機ですが吊るし物も多いですね。ビーストモードっていうのかな。 KF21 もこういうかは知りませんけども模型的にはアクセサリーが多い方が入るので爆弾やミサイルがついているのは嬉しいですね。残念なのはデカールではないということかな。上級者には物足りませんね。サードパーティ製のディテールアップ商品が結構出てますのでそちらで保管するのかな。そうなりそうね。韓国とインドネシアで開発を進めている戦闘機キット化も非常に少ない。まだ試作段階ですからね。正式採用されればその他の国でも採用があるかも。そうなると他の模型メーカーからも出てくるかもね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。